鬼滅の刃を見ていて、なぜ義勇は禰豆子を見逃したんだろう。そう思ったことはありませんか？鬼滅の刃には、そんななぜがたくさん隠されています。その理由がわかると、同じ場面でも見え方が変わります。今回は、第1話から第12話までを振り返りながら、一緒にそのなぜを探してみましょう。第1章。鬼滅の刃では、登場人物の第一印象が大きく変わることがあります。例えば、第1話の富岡義勇です。炭治郎には厳しく鬼になった禰豆子にも刃を向けました。初めて見たときは、冷たい人だと思った方も多いでしょう。でも、その行動には理由がありました。鱗滝左近次も同じです。炭治郎に、この岩を切れたら最終選別に行くのを許可すると言い、自ら教えることをやめました。それは弟子をこれ以上失いたくなかったからです。さらに、鬼にまで同情する炭治郎の優しさを見て、本当に鬼殺隊として戦っていけるのか、不安もあったのかもしれません。そして、第11話で登場した善逸。泣いて逃げてばかりいる姿に驚いた方もいるでしょう。でも、第12話まで見てみると、その第一印象とは少し違う一面も見え始めています。鬼滅の刃は、第一印象だけで人物を描く作品ではありません。なぜ、この人はこんな行動をしたのだろう。そう考えながら見ると、物語はもっと面白くなります。第2章。鬼だからといって、みんな同じではありません。例えば、鬼舞事務山です。鬼の始まりでありながら、人間社会に溶け込み、正体を隠して暮らしていました。なぜ、鬼のボスが人間として生きているのでしょうか。一方で、玉代は人を助けながら暮らす鬼でした。鬼なのに、人を襲わない。ここにも、一つの違和感があります。そして、第9話では、さらに大きな違和感がありました。鬼は群れないはずなのに、スサマルと矢幅は会話をしながら、玉代の隠れ家を襲撃します。なぜ、二人は一緒に行動していたのでしょうか。さらに、手鬼は何十年もの間、鱗滝さんへの恨みを抱き続けていました。鬼になっても、それぞれ考え方や行動は違います。だからこそ、なぜ、この鬼はこんな行動をしたのだろう。そう考えながら見てみると、鬼滅の刃はもっと面白くなります。第3章。鬼は人間を食べることで少しずつ力を増していきます。そして強くなった鬼の中には、血気術と呼ばれる特別な能力を使う鬼も現れます。でも、その能力はみんな同じではありません。沼の鬼は地面の中へ潜り、スサマルは手まりを武器に戦います。矢幅は目に見えない矢印で相手の動きを操りました。さらに、境外輪鼓を打つたびに部屋を回転させ、爪状の斬撃で炭治郎を追い詰めます。なぜ、それぞれ全く違う血気術を使うのでしょうか。だからこそ、なぜ、この鬼はこの血気術を使うのだろう。そんな違和感を探しながら見てみると、戦いの面白さもきっと変わってくるはずです。まとめ。鬼滅の刃には、人にも鬼にも血気術にもたくさんのなぜが隠されています。その違和感に気づくと、同じ場面でも見え方が変わってきます。このチャンネルでは、そんな小さななぜや違和感を一つずつ見つけながら、鬼滅の刃を振り返っていきます。皆さんもなぜこの人はこんな行動をしたんだろう？そんな視点で、ぜひ一緒に楽しんでみてください。